こんばんは。で、昔私もよく思ってたんだけど、仕事してる時に自分がいるお給料をもらうってことはなんか絶対役に立たなきゃとか、この人に喜ばれるような何かをしなければ価値にならないっていう風にしてずっと長く思ってたんだけど、もう今存在するだけで地球の希望だなと思う。で、いるだけで喜ばれる、いるだけで祝福される、見るだけで幸せになれる。自分で書いててアホだなと思うけど、でもこれ、たまにさ、いや、カノンさんはそうですよね。でも私はっていう、こと言われることあるんだけどさ、カノンさんを生み出したのはあなたなんだよね。で、あなたが自分自身の一部分身をこのように登場させて、今日もこれを聞くっていうのをシナリオを書いて、今これを聞いて思い出してるっていう。自分が自分に言っているっていうね。そう。嫌なことも結局あれがあったからよかったなって本当になってんだよね。で、これが昔ならばなんか数年後にそうだなって思うようになるのが、今どんどん気づきのスピードが速くなってるから、なんならその日のうちに、あれがあってよかったなっていう気づくことだったりとか、同時に気づいたりとかっていうことも起こってくる。もちろん数年かかることっていうのももちろんあるけどね。で、あとこれも私すごい好きなんだけどさ、なんか難しいなって思うことあるじゃん。で、どうしたら簡単って思えるのかなって思うの。例えばさ、本を書くとかっていうのも、まず時間を取るのが大変とかさ、まとまって書く時間がないとか、どうやってまとめようかとか、いろんな書くのは大変っていう思い込みが出てくるじゃん。そうすると、この思い込みを変えたら気軽に書けるわけよ。ということは、どうやったら本書くの簡単って思えるのかなって思って、例えば本を作る要素を分解してみよう。目次を書く。で、目次の第4章、第5章とかのそのタイトルだけを決める日。あと、その第1章の中のこんなこと書きたいなっていうのをもう箇条書きでポン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 って好きなことを書く日。それを第2章、第3章、第4章ってやる1週間とかさ。で、それについて軽くキーワードだけじゃなくて、ちょっとだけ数行ぐらいこういうコンテンツ書きたいなっていうメモを書くみたいな、分解していくとどれもそこまで大変なことじゃなかったりするじゃない？で、意外とこれだったら簡単そうだなって思えるようになってくると、ここら辺でもう思い込みが変わってるわけ。で、この波動域だったら書けるわってなって気が軽くなって、書こうかなっていう気分になるんだよね。で、その一環として自分が何か難しいなって思っていることっていうのをこうやってね、簡単って書いてみる。喜ばれるの、あの人を喜ばせるのとか難しいな、何あげたらいいか分かんないなとかさ、何をお役に立ったらいいのかなとかさ、分かんないなみたいな時に、もう喜ばれるのを簡単って自分でまず書いてみるとかさ。あとご飯作るのめんどくさいなっていう時に、いやもう美味しいご飯作るなんて超簡単なんだよねみたいなことを自分で言ってみると、その波動域に移動して新しいインスピレーションが来たりするんだよね。あれでいいじゃんみたいなこととか。だと忘れないのが難しい、すぐ忘れちゃうっていう時に、いや忘れないのって簡単だよって自分で言ってみる。そしてだったらこういう工夫してみようかっていう工夫のインスピレーションが来るみたいな感じで、このね、簡単っていう思い込みをこう自分にインプットしてみると、どういうインスピレーションが湧くかっていうのもちょっとね、実験してみるとね、面白いと思うの。そう。こう思い込みによって出てくるインスピレーションって変わってくるからさ。で、そのインスピレーションを実行すると、その波動域の現実がどんどん実現されていくわけ。なので、先に思い込みだけ先取りとして、ちょっと自分の言葉として入れてみる。今は違和感あるかもしれないよ。ちょっと違うなって。自分の中の10人が絶対、って言ってない状態かもしれないんだけど、でも、そうやって言ってみる。1人、2人、そうかもなって思える段階から少しずつ広げていく。っていう時に、3人、4人ぐらいの時に、新しいインスピレーションが来る。それをまたやってみる。そうすると、自分の中の10人の4人5人がそうかもしれないってどんどん
どんどん賛成派が増えていくわけ。そうするとね、マジでね、人生がドミノ倒しみたいに良くなるわけよ。自分で自分の可能性を阻んでただけかみたいに思うの。これが面白い。これが面白い。そう。簡単っていいよね。あとね、この聖なる違和感っていう希望のマルシェのブログにも書いたことがある記事なんだけど、これ今日ね DM いただいたので、これについて話を聞きたいっていう、でそれをちょっと急遽入れたんだけど、その方は支払いが毎月ギリギリで、でもギリギリだけど間に合うからいいよねっていうふうに友達と言っていると。ずっとそれをでも今あるを見つけようっていうふうにしてやっているんだけど、なんかもしかしたらこれって迷子の波動域なのかなと思って、どういうふうにすると変わりますかねみたいな話だったんだけどさ、これね、この気になる人はこの聖なる違和感希望のマルシェで検索してもらうと出てくると思うんだけど、支払いが毎月ギリギリとかさ、自由な時間がほとんどないとか、身近な人に文句を言われるとかっていうふうなことがあって、嫌だとか変えたいとか思ってはいるけれども、これを心底おかしいとか変だっていうのを心底は思ってないっていうことが多いんだよね。三次元の旋律でなんとなく現実で眠りながら過ごしている。で、おかしいっていう意味は、人とか環境を変えなきゃいけない。あなたおかしいわよ、やっぱり。あなたがそういうふうに私に言うのはおかしいわよっていう反発のエネルギーを出すっていう必要はなくって、この環境に疑問を持っていない自分の中の10人のうち数人がいるっていうことなんだよね。で、本来は愛と豊かさの通路であるこのエネルギーを3次元の思い込みで制約している。で、その制約はしょうがないよねって思っている数人がいる。で、この10人が10人、これ確かにおかしいねとかさ、本来こうあってもいいよねって確信すると、外側の世界が動き出す。で、これ例えばさ、私、前の家の時に、私の、もともと旦那さんと2人で住んでいた部屋に、年子で2人生まれたもので、子供部屋があって旦那さんの部屋があって、私の部屋がなかったわけ。なので、寝る時私、リビングにお布団を持って寝てたわけ。で、そうすると、子供部屋の娘たちは2段ベッドで寝てるんだけどさ、なんとなくママのそばがいいって言って、朝、リビングに来て、小さな布団の中に入るわけ。なんかもう、背中とかさ、ガッチガチになって起きるわけ。で、その度に、私引っ越したいなとかさ、自分の部屋が欲しいなって思うんだけど、でも同時に、でも、この小学校にも上がるし、この学区でそんなにいい物件ってなかなか出ないんだよなとかさ。でも、今のうちは、縁も近いし、ここがいいかとかっていう風な、その10人のうち3人ぐらいが、ここでもしょうがないか、ここでもいいか、みたいなことを思ってるんだけど、でも、この状態だと、新しい、素晴らしいっていうお家が見つからなくってさ、この学区の中でないっていう3次元はあるかもしれないんだけど、それは今まで自分のエネルギーが作っている現実の世界の話で、なければ作ればいい話じゃん。自分のエネルギーが全てあるんだから、全ての全次元があるんだったら、それを意図して作ればいいじゃん。なので、いつだってそういうところが見つかって、引っ越ししていいよっていうことをいつもまたそれをね、思い直してたの。これがでもないかなとかって、内覧行くたびにさ、そこまでいい物件ないなって、もう4、5年ぐらい探してたからさ。でも、絶対なければ作ればいいって思っていて、その後、10人が10人、そうだよね。絶対作れるよね。今まで作れなかったものないもんね。なんで不動産だけ作れないんだろうって思うんだろうね。みたいになって10人がさ、絶賛し始めた時に何するかって言ったら、この家のいいところをいっぱい探すんだよね。でもさ、この家のほんとこういうところいいよねとかさ、ここでみんなでおしゃべりできるの楽しいよねとかさ、このキッチンから全部見渡せるのいいよねっていう、この住まいへの愛のエネルギーがわーって出てくるとさ、10人の絶賛に愛が掛け合わさって、想像以上の新しい素敵な住空間が誕生するわけよ、現実世界に。
で、これは本当に豊かさでも住環境でもライフスタイルでも恋愛でも全部そうで、自分の中の3人ぐらいがこれでも仕方ないかとかさ、まあ、このお給料でも仕方ないか、私こういう資格持ってないしとかさ。いや、資格なくても自分の望む豊かさを作ればいいじゃん。できるじゃん。今までそうやって作ってきたことたくさんあったじゃん。そしてそれができるっていうことを今学んでるじゃん。絶対できんじゃんって思うの。で、これはどういうふうなことを思うと、それが本当に自分の中で確信深まるのかっていうのは、みんなそれぞれあると思うんだよね。あの人もできたから私もできるっていう思い込みの方が、思いやすいって思う人もいるかもしれないし、いろんなやり方があると思う。自分の中でもう異議なし、絶賛、絶対多分できる。あとはもう時間の問題って思えるかどうか。